皆さん、こんにちは。日本語ラーニングのひさこです。今日のテーマは、日本の色の名前についてお話をしていきます。例えば、ピンクって日本語で何て言うか知ってますか？もちろんピンクはもうピンクでそのまんまで十分伝わるんですけど、あとは桜色とか桃色とか、いくつか呼び名があるんですよね。桜色とか桃色ぐらいは多分皆さんも知ってると思うんですけど、でも厳密に言うと、この桜色と桃色ってなんか微妙に違うらしいんですよ。私も詳しくはわからないんですけど、桜色の方がちょっと白っぽいというか、本当にうっすらピンクみたいな感じで、桃色の方がちょっと赤みが強い感じのピンク。そういう違いかなと思います。そんな感じで、日本には自然由来の色の呼び名っていうのがたくさんあって、かなり細かく色については分かれてると思います。で、普段の生活ではあんまり使わないんですけど、結構色に関してはちょこちょこ知っておくといいかなっていう場面はあるので、今日は代表的なものをいくつかご紹介します。あまりにもたくさんあるので、本当はね、すごく面白いからたくさんご紹介したいんですけど、今日は4つぐらい代表的なものをご紹介していきたいと思います。まず最初は藍色ですね。藍色は英語で言うとインディゴになるみたいですね。日本ではこの藍色は古くからすごく大切にされてきた色でした。藍色っていうのが深い青色ですよね。ただの青っていうよりかはちょっと紫がかった感じの青というか、そういう色だと思うんですけど、これが藍っていうのが江戸時代には庶民の着物の色として、すごく大人気だったっていうことらしいです。代表的な日本の青っていうところで、ジャパンブルーって呼ばれたりもするみたいですね。今でも藍染めっていうのはすごくね、日本の昔からの伝統文化っていうところで強く残ってますし、古くから藍っていうのをすごく大切にしてきたんだなっていうのは、本当に思いますね。で、次はですね、山吹色ですね。これはもしかしたら結構使われているので聞いたこともあるかもしれないですね。で、山吹色っていうのは黄色といえば黄色なんですけど、ちょっとオレンジがかったというか、ゴールドとオレンジと黄色が混ざったみたいな感じの色ですかね。この山吹っていうのは、山吹っていう花の色らしいんですね。山吹の花って春の終わりから夏の始まり、初夏にかけて咲く花だそうなんですけど、すごく鮮やかで綺麗なんですね。で、白いのが、日本語で山吹色のお菓子っていう表現があるんですけど、めったに聞かないんですけど、時代劇とかね、たまに聞きます。これね、山吹色のお菓子って言ったらお金のことなんですよ。これは昔の金貨が山吹色だったので、そういう言い方をするんですね。この山吹色のお菓子っていうのは、時代劇とかで、よく悪い役人、時代劇だと悪代官って言われたりしますけど、とかに、賄賂ですね、いわゆる。を渡す時にわからないようにこのお菓子の箱ですね。それが二重になってて、上はお菓子なんだけど、その下に小判が、金貨がたくさん詰まってるみたいな。っていうので、山吹色のお菓子って言って持っていくっていうのが、それがよく定番のネタというか、ある話なんですけど、で、さっき調べてみたら、実際に今、山吹色のお菓子っていうのが販売されてるらしいんですよ。詳しくはわからないんですけど、どこかのお菓子メーカーさんですかね、遊び心でそういう企画をされたみたいで、実際にそういう悪代看護ができるみたいなものもあるみたいなので、気になる方はぜひ調べてみてください。で、ちょっと話が逸れちゃったんですけど、山吹色自体はすごく綺麗な色なので、別にお金の色ではないので、
そこは誤解しないでくださいね。で、3つ目が、冒頭でもちょっと話した桜色ですね。桜色はピンクですけど、ピンクの中でも、すごく薄くて儚い感じの、本当に白に近いピンクっていう感じですね。淡くて薄いピンクです。桜色とかだと結構日常的にも使うと思います。例えばですけど、日本の女性はすごくネイルとかも好きなので、その爪ですね。ネイルカラーをした時に、春、本当に桜の時期になると、まさに桜色みたいな感じの綺麗な薄いピンク色にしたりとか、あとは本とかでもよく出てくる表現かなと思うんですけど、人物の描写をするときに、特に若い女の子の描写とかでよく見るんですけど、ほっぺの色、頬の色が透けるような桜色っていう風に書いてあったりとか、そういう風に結構色の描写、人物の、特に若い女性に対して使われることが多いですけどね、桜色の場合は。最後に、紹介するのは、瑠璃色ですね。瑠璃色は、最初に紹介した藍色ともまた違って、もっと深い、なんて言うんでしょう。ちょっと明るくて、でも濃い色みたいな。宝石みたいにキラキラした色です。瑠璃っていうのが、ラピスラズリのことなんですよね、宝石の。なので、その宝石がすごく貴重だったので、それと同じ、その瑠璃色っていうのも、とても高貴な色として、昔から扱われていたっていうことになります。瑠璃色は結構名前でよく使われますかね。そのまま女性の名前でルビーさんっていう人もいますし、あと、瑠璃色の海とか、有名な歌でね、瑠璃色の地球とかあったりしますけど、そういうふうに綺麗な青の中でも特に高貴さを感じさせる、特別さを感じさせる青みたいな時に瑠璃色っていうふうに使うんじゃないかなって。ただの青っていうよりかは、神秘的でちょっと高貴な感じがする。そんなニュアンスが付け加わるのが瑠璃色かなって思います。というわけで、今日は日本の色の名前についてをお話ししてきました。結構いろいろ調べてみると面白い話がたくさんあったので、また皆さんにシェアしていきたいと思います。皆さんももし面白いと思ったらぜひ調べてみてくださいね。日本語ラーニングのモバイルアプリ、桜 NL を皆さん使っていますか？桜 NL は簡単に日本語を勉強することができるアプリです。毎週新しいコンテンツがアップロードされています。自分のレベルを選んで、たくさん日本語のフレーズをインプットすることができます。ネイティブがよく使うナチュラルなフレーズを楽しく勉強することができるので、ぜひ使ってみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。